こんにちは、よもぎゃお仲間です。大変ご無沙汰しております。やっぱり暖かい時期はなかなか更新難しいですね。なんか仕事の方が忙しくて全然手が回らないという感じでした。申し訳ありません。で、昨日ですね、僕が住んでる北海道の長沼町っていうところなんですけども、もう雪が降って一年目真っ白になってます。で、もう外仕事も厳しいなということもありまして、また YouTube の更新の方をやっていきたいなと。これからが YouTube のシーズンかなと、僕的にはですね、っていうふうに思っております。で、この動画はですね、今シーズン何をやっていくのかということをお話しする動画になっています。はい。で、今シーズンの、一番大きなものとしては、実際に小屋を作るということをやりたいと思います。で、大きさとしては1820の2700で、畳3畳ですね、の小屋を、友達の納屋の中でですね、実際に作るということをやります。で、それもその説明するために作ります。なので、墨付け、刻み、立て方をして、あとは、内装外装っていうところまでできたらなと。あと断熱材ですね。北海道だと断熱入れる入れないはめちゃくちゃ大きい要素なので、その辺の断熱を入れるっていうところもやりたいと思っています。はい。で、この実際に小屋作るっていう前に、まだ説明してないことが何個かあって、一つは敷地の中で型ありですね。T で接続する、ありかけっていうのをやったんですけど、L ですね。角の部分の、継ぎ手のやり方の方また説明してないなと思ったので、型ありの方を説明したいと思います。あとは木造建築の構造ですねのお話を簡単にしたいと思っています。主に名称ですね。棟とかもやとか桁とか柱とか、大引きとか土台とか、なんかその辺のものの名称の説明をします。その前提知識がないと小屋実際に作るって話にならないと思うので、その辺の説明をして、あとは木材の使い方で、以前板の見方、使い方っていうのをやったんですけども、躯体の方ですね、角材以上大きいものをどうやって使っていくのかっていう話をまだしてなかったので、その辺の説明をして、それから来年ぐらいになっちゃうんですかね。年明けになるか年内始めるかまだちょっと分かんないですけども、小屋を小さい作っていくということをやりたいと思っております。で、今ちょっと小屋作る上でちょっと迷ってるのが、どういうテーマで作るかっていうところをちょっと迷ってて、ちっちゃいサウナですみたいな、サウナ小屋作りますっていう体で作るか、スモールオフィスというか、小さな書斎ですっていうふうに作るか、どっちがいいかなっていうふうには迷っていて、もしもご意見あれば、コメントいただければ参考にさせていただきたいと思っております。それが全然違う、なんか燻製小屋作ってくださいみたいな、燻製わかんないですけど、そういうなんかリクエストあれば、参考にさせていただければと思っております。あとはどっかのタイミングであれですね、ライブもやってみたいですね。僕の友達にあのスペイン語と英語両方喋れる子がいるんですよ。なのでその人と一緒に同席してやれば外国の方の質問とかにも答えられると思うので、まあそうですね、小屋建てて建て込みして、躯体が出来上がりましたよっていうところで一回、質問コーナーみたいな感じでやるのか、なんかのタイミングでそれができたらちょっと面白いかなというふうに思っております。そうですね。という感じです。あと他にもなんかこんなの作ってくださいとかあれば、コメントいただければと思います。ということで、今シーズンもよろしくお願いします。では、ありがとうございました。